はい、こんにちは、やすさんです。こちらの動画では、フレアネットワークスの最新情報について共有の方をしていきたいと思います。海外の公式ディスコードおよびテレグラムの方から僕の方で重要だと思ったものを抜粋して紹介の方をしていきますので、ぜひですね、最後までご視聴いただければと思います。はい、ではですね、早速解説の方を始めていきたいと思います。まずですね、トム、もしよろしければネットワークの条件に従ってエアドロップをサポートすることを連絡して確認しなかった取引所はどこですか？これらの取引仕様に対して私は強く敬意を払い、自信を持ってコミュニティへの働きかけを始めたいと思いますということで、これ何かと言いますと、先日ですね、ヒューゴ CEO ですね、フレアネットワークスの CEO のヒューゴ氏がですね、今であれば取引所とね、うまくいってないところがあるようなんですね、エアドロップの配布に関して。で、今であれば、まだ影響力、コミュニティと手を合わせてですね、プロジェクトが取引所にアプローチすることができるっていうね、ツイートのをされてまして、それを見てですね、協力したいっていう思って、このようなね、発言があったのかと思います。で、コミュニティリーダーのトムさんはですね、こちらで解説しておりまして、流通をサポートしないのというわけではなくて、サポートするためのスケジュールとその間に何を要求されるかということですと。で、私たちは彼らの個々の要望を理解して、できる限り協力していますと。彼らというのは取引所のことですね。そういうわけで、コミュニティの皆さんには、まだ彼らにプレッシャーを与えないようにお願いしていますということですので、ヒューゴさんはね、アプローチできるって言ってますが、コミュニティリーダーの方は、まだね、取引所にはそんなね、アプローチ、なぜ配らないんだとかね、いろいろ質問とかはしないでくださいっていうことをね、話されております。で、続いてですね、トークンのエアドロップは100以上の取引所の 100% がリリースしたときに同意した時点で発生するのでしょうかということで、100個全部ではないと。で、ただ、できるだけ多くですね、合意してほしいということで、解説をされてます。で、続いてですね、上場ですね、SGB-USDT、ビットヤードという取引所に上場がありました。ここのね、この段階で SGB が上場かとね、ちょっとね、不思議だと思ったんですけども、今ね、FLR の方が注目を受けてるんでね、だからまたね、ちょっと新しい動きが出てくるかなと思いますので、僕のでまたね、引き続き見ていきたいと思います。はい、で続いてですね、バイナンスではいつ配布されますかということで、FLR のトークの配布イベントは2023年1月9日、またはそれ以前に行われる予定ですと。で、取引所はトークンのエアドロップ後に、対象となるユーザーの口座に入金するのに数日から2週間後かかる場合がありますと。ですので、ちょっと勘違いしちゃう方もいるかと思いますが、一応1月9日って設定されているのは、フレアが取引所とかに配布するといった日になります。ですので、配布されてから今度取引所がユーザー、エンドユーザーに配るのがまた数日から、2週間程度かかるので、1月末ですね、ぐらいになって、しまうことも考えて、おかなきゃいけないかなと思います。で、個々のね、取引所によるので、ソーシャルをね、フォローしてくださいと。で、あと FLR の配布をサポートしている取引所は上場を意味するものではないと。だから取引所が FLR を配布して、フレアネットワークに出金だけっていうね、できる場合っていう、だからそこの取引売買とかはできなくて出金だけの場合がありますということですので、上場が確約されているものではないということも注意が必要です。で、続いて、1月9日が、取引所の配布期限で、1月14日が新提案の投票期限ですかということで、1月9日がフレアのトークンエアドロップの最新日ですと。私たちが主導していますと。で、この日付は取引所とは関係ありませんと。先ほど話した通りね。で、多くの取引所が対象顧客に迅速に配布することを望んでいますと。トークンエアドロップの後ですね。だから数日から2週間以内にと。で、ガバナンスの投票に決まりはありません。最初の15%のうち66%がエンドユーザーの手に渡った後、ガバナンス投票が開始されるということですので、これ変わったところですよね。1月14日っていうのは前回ね、話があったんで、66% になるかもしくは1月14日だったんですけども、もうこの1月14日っていうのは変わったって形ですね。だからガバナンス投票は15%のうち66%っていうところが新しく今なっているところです。で、続いて、提案書、ガバナンス提案の投票とタイミングの右側に記載されています。投票は、投票権を持つ初期トークンの66%が意図した受取人の手に渡り、投票に使用できるようになったとき、またはそれが、十分に迅速に行われない場合、2023年1月14日ということで、で、この1月14日という日付はもう無視してくださいと。それはもっと前のトークンエアドロップの日付に移動していますと。つい最近、私たちはそれを更新し、延期されましたということですので、この1月14日って日付は今はもうなくなっているというところに注意してください。
はい、続いて10月、25ですね。要はトークンの15%から25%を分配する3つの取引所がまだ確定しないというために、トークンを手に入れるのに80日も持たなければいけないということです。ということで、これもね、ヒューゴ CEO の方が今の状況を伝えてまして、70%の取引所とはね、もう配布の準備ができてるんですけども、独自のプロセスがある取引所があるため、その15%から25%はね、まだ連絡を待っている段階だということで話してたので、こういう発言出てるんですけども、で、また、はいと、これは最も公平な選択肢ですと。で、どの配布モデルを進めるかを決定するガバナンス投票を迅速に実施することも重要ということですので、やはりね、この、3つの取引所っていうのを待っていかなきゃいけないっていう形になっております。はい、で続いて取引所の問題のために F アセット、S アセットを開発する時間がなく、なくなってしまっていると思い、チームに同情しますということで、これもね、ヒューゴさんのがね、冒頭で話されたツイートの方でね、取引所の調整のね、時間をあんまり割きたくないと、他にもやりたいことはたくさんあるっていう発言があったんで、多分開発じゃないかなと思ったんですけども、これに関しては、私たちは取引所と関わっている人たちとは完全に別の開発者技術チームを持っていますと。で、F アセットのシステムが単にまだ準備ができてないだけなので、取引所のために構築が遅くなったわけではないと。システムのためのいくつかの側面が更新されて、または作り直されている段階ですと、今ね、F アセットね。だからヒューゴさんが言ってたのは、別にね、それによって遅れてるわけ、F アセットが遅れてるわけではなくて、他にもね、やりたいことがあるっていうことだと思います。はい、続いて他の場所でいくつかの紛らわしい会話を見たので明確にしたいだけです。取引所のコミュニケーション、には FLR をすぐに取引できるようにするという期待は含まれてません。単純に、最初に引き出し機能を備えたウォレットを設定して、残りのことは後で心配していただけないでしょうかということですよね。ということで、上場の話じゃないということですね。で、先週公開したブログは FLR の初回エアドロップ配布に関するもののみですと、上場の可能性とは関係ありませんということですので、だからね、本当に引き出しだけの取引所になるって可能性もあるっていうところですね。で、あとですね、こちら最後ですね、助成金の額は的確なプロバイダーごとに毎月1000万、10万、14万 FLR であり、毎月月末に支払いますということで、これね、FTSO のね、チャンネルの方で、ちょっとね、助成金の話が出てたので、これまだ公式の方でね、ツイッターとか出てなかったんで、僕の方でね、アップさせていただきました。なんかね、FTSO の補助金っていうのが応募されているようですね。で、助成金の要件と詳細に関してはこちらになってまして、まず、フレアとソングバードの両方で許可されたシグナルプロバイダーであることと、あとフレアで積極的に価格データを送信していること、あとは助成金の額は今言ったね、14万 FLR が毎月月末に払われると。で、開始日が11月6日で、有効期限が、1月9日またはトークンのエアドロップのいずれか早い方ということで、で、最初の支払いは2020年11月中旬と。で、テレグラムでね、トモさんへの、ダイレクトメール経由で別のアドレスを要求されない限りは、支払いはプロバイダーの許可リストに登録されている、フレアアドレスに行われますということですので、FTSO がね、結構参入障壁が下がるかなと思って、だから資金がなくても優秀なプロバイダーっていうのがいれば、助成金を使ってね、今後 FTSO に、参入していくことができるのかなと思います。結構な額だと思いますね。14万 FL はどれくらいになるかね、まだ価格の方は分かりませんが、といった形になります。はい、ここまでがね、直近情報になります。で、僕の方ですね、毎日、フレアの方、情報の方を精査してまとめております。で、動画の方もできるだけ毎日ですね、配信できるように頑張っておりますので、またよろしければね、次の動画も見ていただければと思います。はい、ここからはですね、宣伝になってしまいますが、限定公開安産流ハイブリッド資産運用ということで、今仮想通貨で2万円の元手に10ヶ月で500倍の1000万円突破、現在専門知識経験不要の不労所得スターシステムを開発して、月利20%以上で資産爆増中、0から30万円稼ぐ秘密の裏技、爆発的に増やす自動売買システム、500倍に資産を増やすとメソッドですね。こちら僕の公式 LINE の方に登録してくださった方に、漏れなく全て無料でプレゼントしております。動画のね、概要欄、コメント欄にも LINE の登録リンク追加しておりますし、あとはね、元記事の一番下スクロールしていただいて、プレゼントの受け取りですね、クリックしていただけますと、LINE の友達追加の画面に入りますので、そちらからね、登録してくださった方に全てね、漏れなく無料でプレゼントしておりますので、よかったらこの機会にね、お友達追加していただければと思います。あとはね、今回の動画の内容でね、ちょっとわからないところがあったとか、もうちょっと詳しく聞きたいとか、あとはね、仮想通貨全般の質問も受け付けておりますので、何か気になることとかね、
聞きたいことございましたら、LINE の方からお問い合わせいただければ、僕の方からですね、すぐ返答の方させていただきますので、よろしかったら、友達追加の方よろしくお願いいたします。はい、では長い間ご視聴いただきありがとうございました。